はい、皆さんこんにちは。今回はこちらの商品の紹介ではなくてですね、ゴアテックスプロという、素材、こちら2020年の秋冬にですね、表記がですね変わりまして、素材も変わったんですけども、この辺ちょっと詳しくお伝えしてませんでしたので、ゴアテックスプロを簡単にですねご説明します。こちらはですね、アークテリクスの代表モデルの α SV ジャケットですけども、実はこのゴアテックスの札変わりました。それと同時にですね、ゴアテックスプロがですね3種類に分かれました。この辺ですね、札を見ただけだと分かりません。でこの辺をですね、何が違うかっていうのをですね詳しく見ていきます。ゴアテックスの種類ですけども、大きく分けますと、この黒と白の札が2種類あります。で白い方はちょっとした雨とかね、雪を防げるような機能は持ちながら、完全防水を求めず、技術的にもですねシームテープを省いたりっていうような違いを持たせまして、黒とこの白で差別化を行ってます。で黒い方はもちろん完全防水で、防水防風、そして透湿性ですね、しっかりと機能を備えております。でこの黒い札のゴアテックスの中にはですね、今回紹介しますゴアテックスプロというよりシビアな条件下に対応するプロダクトというのを出しておりまして、この紙タグの表記でですね、非常に機能が大きく変わってしまいますので、ここをですね、この違いを押さえていただければと思います。はい、3種類のゴアテックスプロですけども、この3つになります。左からゴアテックスプロモストラグド、真ん中がモストブリーザブル、そしてゴアテックスプロストレッチ、この3種類になりますね。それぞれ札にですね、例えばモストラグドですと白地に赤、ブリーザブルが赤に白文字になってます。ちょっとね、これ一見するとすごく似てますけども、でストレッチがちょっと形が違うタグになっております。このようにですね3つ分かれております。でモストラグドからご説明しますと、こちらがですね一番、最も頑丈で耐久性に優れたモデルになります。防水防風透湿性はもちろんあるんですけども、一番最後の対皮脂汚れに強い、内側ですね、外側からの雨や雪、外的要因はもちろん防ぐんですけども、内側の素材がですね非常に皮脂汚れに対しまして強い素材に変更になりました。このモストラグドに関しましては、表生地もですね非常にデニールの厚い頑丈な表生地を使用したものにしか使いませんし、この皮脂汚れに対しての強さというのもですね、このモストラグドだけになります。あらゆる面で耐久性が一番強いモデルというふうに覚えていただければと思います。はい、続きましてモストブリーザブル、こちらはまた違うジャケットを持ってきましたが、この赤に白文字ですねにプロと書いてあるモデル、これがモストブリーザブルになりまして、透湿性を重視したモデルになるんですけども、こちらの特徴としては使用する表生地ですけども、モストラグドと変わりまして、表生地が30デニールから使用できるということで、冬用のですねハードシェルだけではなく、オールシーズン使えるような、1枚でですね冬も、そして他の時期も使いたいという場合にですね、このモストブリーザブルが一番汎用性が高いタイプとも言えます。最後ストレッチですけども、ストレッチはですねちょっと札が、これちょっとちっちゃいんですけども、こういうふうについてます。一見しますとゴアの札に見えないんですけども、これがゴアテックスプロのストレッチの証になりますね、紙タグになります。こちらはストレッチの名の通り最大 20% の伸縮性を備えております。もちろんですね完全防水で防風性も備え、透湿性も備えております。表生地は40デニール、
40デニーレですと、そんなこうパリ感がありすぎず、かといって貧弱な感じではないですよね。ストレッチですので非常に伸びます。このジャケットで言いますと、この色の濃い部分ですね、ここが伸縮するゴアテックスプロのストレッチなんですけども、運動量が多いスポーツやアウトドアカテゴリーにおいては非常にですね、ストレスのない動きやすい素材になります。今回ですね、このジャケットなんですけども、先ほどのブリーザブルとストレッチ、これをですね部分的にこう配置したタイプなんですけども、ゴアテックスの素材を変えるというのも今回の変更でですね可能になったということで、商品の幅が広がったとも言えます。ストレッチの分、運動性重視の場合ですね、このストレッチおすすめします。はい、それでは裏地の方を見ていきますが、こういったタグはですね、お店に並んでる時、今言った3種類分かるかと思うんですけども、これがなくなった場合でも分かるのかどうかっていうのは、実は裏地を見るとですね、どの種類かっていうのが分かるようになってますので、裏地の方見ていきます。はい、それぞれの裏地ですけども、左からですね、モストラグド、ブリーザブル、ストレッチとありますけども、裏地がですね素材が違うためですね、このように分かれてまして、モストラグド見ていきますけども、まずですねちょっと比較のために、これ2020年秋冬に変わりましたが、これ19年のですねモデルアークテリクスのアルファの FL ですね。これこの当時はこの札ですね、黒いままにプロと、プロはもう1種類でしたけども、こういったリップストップの格子状のですね、特徴あるゴアテックスプロの証でしたけども、今回ですねこちらアルファ SV の今年の色ですね。モストラグド、一番耐久性の高い裏地はこういったですね格子がない、こちらがモストラグドですね。そんな凹凸感は感じないんですけども、前のゴアプロの時とですね、見た目ですぐ分かりますね。でこちらがモストブリーザブルになります。ブリーザブルは先ほどのですね前のゴアプロと同じようなですね、はい、このようにですね、こちらが新しいタイプですね。これが旧ゴアプロになるんですけども、この前のタイプですね、このゴアプロが変わる前、この前のタイプもその当時ですね非常に透視性が上がったということで話題になったんですけども、これを受け継ぐのがブリーザブルになります。これね全く一緒っていうわけではなくて、あともう一個ですね違いが後で説明するんですけども、タイプ的には非常に近いです。格子があるものがブリーザブルになります。そしてこの部分ですね、これがストレッチになります。ストレッチは触っていただくとですね、こういう伸びるのですぐわかるかと思います。裏地の見た目がこうね全然違ってきますので、それぞれストレッチなんかねすぐ分かりやすいですけども、ブリーザブルとラグドという違いはですね、この格子があるかないかで見ていただければ分かります。でブリーザブルとラグド、この2つはですね、先ほどこのブリーザブル前のタイプと近いんじゃないかということでしたけども、裏地のですね染色に特徴がありまして、ソリューションダイという技術が組み込まれております。はい、ソリューションダイという染色の技術ですね、染める技術ですけども、これがですね環境負荷軽減になるですね新しい技術なんですけども、こういった裏地のですね
染め方を変えることによってですね、裏地 1000m 何着分になるかちょっとねわからないんですけども、これをソリューション台にすることによって水をですね2883リットル、ものすごい量ですけども、そのぐらいの水を削減できるのと CO2 の排出量もですね変わってくるということで、環境負荷軽減に大きくですね貢献する技術になります。でこちらはですね、実はもう表生地でも使われているものでして、我々ウエストではこのアークテリクスがですね最初にそういった技術を始めますというようなニュースを聞いたんですけども、すでにもうね発売されている商品で一部使われている技術になります。でこれはですね、表生地になりますとさらに環境負荷だけではなくて、この色落ちですね、特に対紫外線に対する色落ちっていうのが大きく変わりまして、染めの仕方がですね変わったことによって色落ちはしにくいと、ガイドさんとかそういった方は高所で日々使うっていう方ですと、色落ちっていうのもねもう目に見えてわかるそうなんですけども、このソリューション台になることによってその辺がですね大きく変わるということですので、商品選ぶ際ですね、大きいポイントになるかと思います。はい、今回は Gore-Tex Pro について簡単にご説明しました。とにかく耐久性を求める方はモスとラグド、この白地に赤ですね。そして透湿性、抜けの良さ、あとは1枚でですねオールシーズン使いたいよっていう方はこの格子になったモストブリーザブル、そしてこのジャケットのようにですねハイブリッドな使い方されているようなジャケット、非常に有効なこのストレッチですね、この3つについて簡単にご説明しました。実際お店でですね、近くの専門店で触ってですね裏地も見ていただいて、お店のスタッフさんにですね聞いていただくと、詳しい話もね聞けると思いますので、是非手に取って確かめてみてください。ありがとうございました。